こんにちは。この動画は以前にご紹介したいちごの作り方の修正版です。視聴者の方が質問くださり、そこで画面に表示される図面にゴールドのビーズが足りないことが判明いたしましたので、図面を差し替えた上で、このオープニングで説明させていただいている次第です。加えて画面を明るくし、手元も拡大表示をするように変更いたしました。動画リリース後長きにわたり視聴者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。それではここから今までの動画に図面を差し替えたものをお送りいたしますのでご視聴よろしくお願いいたします。それでは作り方のご紹介をいたします。概要欄のリンクからも詳しい作り方をご覧いただけますのでぜひお役立てください。まず最初にいちごの芯にするアクリルビーズの準備をします。10mm のアクリルビーズに 20mm の T ピンを入れて丸小ビーズのグリーン3個を通します。ピンを倒してその先端を根元に持ってくるように丸めます。手首を回すようにすると自然な丸みになります。テグス 1.5 を 1m とビーズ針を用意します。テグスの先端をやっとこなどで平らにするとビーズ針に通しやすくなります。まずいちごの先端になる赤いビーズ4個を通します。輪にしてその輪の中にテグスを通ししっかり結びテグスを固定します。そしてここでできた4つのビーズをベースにして縫い物に例えましたら返し縫いをするような形で段数を重ねていきます。ベースのビーズを含めて赤いビーズが5つ見えますけれども、こちらを1ブロックとします。次のブロックはベースになるビーズ、そして返し縫いをするようにと申し上げました通り、直前のブロックのビーズを利用し、合計で5個になるようにします。これが直前のビーズです。1段目の最後のブロックです。ベースになるビーズに針を通して1ブロック目のビーズ、新たなビーズを加えて手前のブロックのビーズに針を戻します。ベースのビーズ、そして2段目に進みます。ご覧になれますように1段目は4ブロックで構成されています。このブロックの頂点にはゴールドの特徴ビーズと並んでいる赤いビーズと赤いビーズだけのもので成り立っています。ゴールドと隣り合っている赤いビーズは2つで1セットとみなしますので必ず一緒にすくうようにしてください。この段はすべてのブロックが赤いビーズ4個で成り立っています。実際にはゴールドの特徴ビーズが入っていますけれども、赤いビーズの数を目安にして作業を進めてまいります。この段の最後のブロックになりましたので、1ブロック目のビーズと直前のブロックのビーズを利用してこの段を閉じます。3段目は4個のブロックと5個のブロックを交互に通し全部で8ブロックを作ります。先ほどから申し上げておりますように4個とか5個とかいうビーズの数は
ベースのビーズと直前のブロックのビーズなど合わせたあくまでもブロックの見た目のビーズの数ですので、通すビーズの数と間違えないように注意してください。こちらが4個のブロック、こちらが5個のブロックです。3段目最後のブロックになりましたので、1ブロック目のビーズと7ブロック目のビーズをすくいながら3段目を閉じて4段目に進みます。4段目のブロックはすべて赤いビーズ4個です。4段目の最後のブロックになりましたので、今までと同様、1ブロック目と直前のブロックのビーズを利用してこの段を閉じます。そして次の段に進みます。5段目ではいちごの上部を縮めてまいりますので、2ブロックずつすくってまいります。1ブロックに赤いビーズは5個となります。最後のブロックを通す前に先に作っておいた芯にするアクリルビーズをセットします。アクリルビーズをセットしたら最後のブロックを仕上げ、この段を閉じましょう。赤いビーズをすべて通し終えました。上部には赤いビーズ6個が確認できます。この赤い6個のビーズの隙間にグリーンを入れていきます。この時点でグリーンは5個入りました。あらら、最後の隙間はと思われるかもしれませんけれども、ヘタは5枚で仕上げたいと思いますので、最後の隙間はないものとします。グリーン5個を通します。そしてこの5個のビーズのうちと真ん中のビーズを省いた4つのビーズにテグスを通します。そして根元まで引き締めて、根元のグリーンに針を戻し、2枚目のヘタに進みます。
ヘタ5枚が完成しました。根元のビーズにテグスを通して引き締めてから付近のテグスに絡め、作り始めの時のようにテグスを固定します。テグスを付近のビーズいくつかに引き込んでから余分をカットしていちごの完成です。いちごはフルーツの中でもトップランクの人気を誇る永遠の人気モチーフですので、このレシピを紹介するにあたって尽力いたしまして、収録中さらに数を増やしました。ネックレスやピアスなどのアクセサリーに使われてもいいですし、最近で言えばマスクチャームですか、そういったものにも使っていただけると思います。この動画が末永く皆様のお役に立てることを願っております。本日はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。また次回までごきげんよう。